皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はこちらの、ウェーブパズル7ですね。こちらを紹介していこうと思います。これですね、前回、これ、ウェーブパズル5、5ピースね。5ピースのをやったんですけど、それとほぼ同じような感じで、ピースが7ピースになってますね。こちら、ウェーブパズル7です。これね、もちろん、紹介してるゆうあさかさんね。日本のパズル作家のゆうあさかさん、浅香ゆうさんのパズルです。ウェーブパズル7と。で、難易度がレベル9ですね。ここのパズルショップさんの、パズルマスターさんでね、5から10までで難易度9と。1個前のウェーブパズル5が8だったので、それよりも難しいという感じですね。で、パズルはこんな感じ。ピースがこういう風に、クリアのね、オレンジ、こうね、綺麗。で、これが7ピース入ってますね。相変わらずね、この浅香優さんのパズルは色が非常に綺麗ですね。組み上がった時もきっと綺麗なんだろうなという感じですが、早速ちょっとね、やってみようかなと思います。で、ウェーブパズル5の時もそうだったんですけど、一応こういう風にね、幅がぴったり枠に入るんですが、こう単純にやっても、これうまく入ったら入るかな。ただ、7ピースは横に並ばないので、多分ね、ぴったり合わせても7ピースこの感じだと無理なんじゃないかなと思います。なので、他のやり方、他の入れ方でね、ここにこの7ピースを全部隙間なく埋めていくという感じですね。で、多分、ウェーブパズル5の方でもいろいろね、答えにたどり着くまでやったので、それと似てる感じなのかなと。ちょっとね、ウェーブパズル5の方見てない人は、5のちょっと斜めに入れたんですけど、多分これは、ピースの数とか的に斜めに入れていくと、全然隙間が、このくらい隙間空いちゃうんで、多分これ系だと無理だろうなと。もうちょっと、隙間なく詰める感じでしょうね。なので、こういう風なね、感じとかなのかなと思いますね。で、これも、ここにね、隙間というか盛り上がるというか、こういうのがあるので、こう、ぴったりはまるね、ところがあるのかな。こういう感じとかね。っていうのをやっていけば、5個ぐらいは積み上がりそうな感じがする。ここぴったりはまる。この上はちょっと無理かな。この下にはまるピースは、ここにぴったりはまらないと。はまった。という感じでね、やっていくと、でもここがはまらないから、こう。こう？こういう感じで入るのかな。でもここがちょっと下が入らない。これがもうちょっとこっち側に来てればいいんでしょうね。なるほど。っていう風にしていけばはまるかな。これこういう感じ。上がこれははまらないんだっけ。はまらないんだ。これがはまらないから、上にはまりそうなのがないので、こういう感じでいける？だから、でもこれだと、この上に入るのが、一応これでね、やれば、ここの幅までは入るんですね。ただ、この出っ張りがあるので、もうちょっと上にうまく隙間を、これだとな。
こういう感じ。あ、ここに入る。おう、こうですね。あ、もういけそうな気がする。これは両側に入ればいいんでしょ。おお入りました。完成。おお、意外と早く解けた。すごい。おお、めっちゃ綺麗にはまりますね。ほら、出っ張りがない。やっぱりこういう感じでね、隙間なく埋めるタイプですね。おお、すごい綺麗。ただ、まあちょっとね、今やってみた感じ、これレベル5、ウェーブパズル5の方。5の方はちょっと、やっぱりね、解き方が変形というわけじゃないですけど、それに比べるとこっちは、ちょっとまあ予想しやすい感じではありますかね。もちろん難しいんですけど、個人的には、まあ、ウェーブパズル5と難易度同じぐらいでもいいんじゃないかなっていう感じはしますね。まあでも綺麗にはまりました。おー、素晴らしい。ということで、浅香優さんのウェーブパズル7の紹介でした。まあ結構早く解けましたね。前回のね、ウェーブパズル5とか、あとその前のジグソーパズル29とかに比べると、まあこの詰め込み方、まああんまりイレギュラーっていうよりは結構がっつり正統派な感じのパズルですね。まあ、これはこれでもちろん難しいです。ただ結構すんなり解けました。まあ他のに比べるとやっぱり隙間を完全にね埋めていくタイプだし、この出っ張りとかこういうところを手がかりにすればまあまあすんなりといけそうな、まあやってみてですけどね、気はしましたね。いやーすごい。でも綺麗、やっぱり。で今ね、浅香優さんのパズル3つですよ。このブラックとこれね、ジグソーパズル29と、いやー色味がやっぱりすごい綺麗ですね。どんどん集めていきたくなる感じ、これも素晴らしい。ということでウェーブパズル7でした。でこのパズルもですね、まあ、海外のパズルショップパズルマスターさんで購入できます。一応下にリンクを貼っておきますのでね、ご興味ある方はそちらから購入してみてください。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。次回もね、浅香優さんのパズル紹介していこうと思います。それではまた。